こんにちは、ルビドッグです。少し前に出したリバーポッドの動画で、ぜひフックスもまとめてほしいという声が多かったので、今回は要点だけ短くまとめてみました。前の動画でも話した通り、フックスっていうのは一つのウィジェットの中だけで状態管理をするときに便利なパッケージで、もともとフラッターに入っているステートフルウィジェットよりもスッキリと短いコードを書けるのが特徴です。フックスはリバーポッドの100倍簡単なので、そんなに構えずに、とりあえず使ってみてもらえばいいかなと思います。では早速やっていきましょう。まずは準備からですね。今日はシンプルにフックウィジェットを使おうと思うので、フラッターフックスのパッケージを入れて、フックウィジェットで画面を作るところまで準備していきます。pubspec.yaml を開いて、フラッターフックスを追加します。保存して、インストールが終わったら、新しいファイルをとりあえず3つほど作っておきましょう。ページ 1.dart、ページ 2.dart、ページ 3.dart という風な名前にしておきました。それぞれのファイルの中に STLess で新しいウィジェットを作って、ページ1、ここをフックウィジェットに変えておいてください。フラッターフックスのインポートが必要なので、上にインポート文を追加しておきます。ページ2も同じように作って、ページ3も同じように作っておきました。ここまででフックウィジェットの準備は OK です。さあ、それではね、今回フックスといったらこれだけ押さえておけば十分でしょうっていうものをベスト3まで用意してきたので、1位から順番に使っていこうと思います。まずは use state。final xx イコール use state で括弧の中になんとかと。これだけです。この xxx という部分が状態になるので、これがこのウィジェットの中でどんどん変化していくデータになります。ここに書いたなんとかっていう部分が一番初めのデータになります。とりあえずこれを使ってよくあるカウンターアプリを作っていきましょう。ファイナルカウントイコール use state の5とかって書いておけば、このカウントがどんどん増えていきます。ここに5って書いてあってことは、最初は5から始まるっていうことですね。で、今このカウントがどんな数字になっているのかっていうのを知りたいときは、count.value を使ってください。ファイナルテキストイコールテキストウィジェットの中に、現在のカウントは、で、ドルマークとかで囲んでおいて、count.value と書いてみましょう。このテキストウィジェットを画面の真ん中に表示してみると、はい、5と出ていますね。あとはここにボタンとかを置いてこの数字を増やしていけばいいだけです。ファイナルボタンイコールで、ボタンウィジェットを作って、このボタンを押した時の関数の中で、リバーポッドだとここでノティファイアをリードしたりとかなんかごちゃごちゃ書いてたと思うんですけども、今回フックスはとても簡単で、ここのカウントを使って、count.value イコール count.value プラス1と書くだけです。現在のカウントにプラス1したものを今のカウントに代入するっていうようなコードですね。これでこのボタンも適当に並べて、アプリを動かせば、はい、カウンターアプリ完成です。画面のコード全体を見ていっても、たったこれだけなので、かなり短く書けるのがわかると思います。これがフックウィジェットのメリットです。フラッター公式がおすすめしているステートフルウィジェットで同じコードを書こうとしてみると、これぐらいの量にはなってしまいますし、ここからさらに機能を増やしていけば増やしていくほど、この差はどんどん広がっていきます。このようにフックウィジェットの中で状態を変化させていきたいときは、use state でカウントを作って、今どんな状態かなっていうのが確認したいときは count.value を使えばいいし、状態を変更したいなっていう時でも count.value を使えばいいです。これ以外に覚えることはありません。use state はいくつ使ってもいいので、x イコール use state 0、y イコール use state 1、z イコール use state 2みたいにして、必要な分だけ状態を並べて書いていけば大丈夫です。これが1位の use state の使い方でした。次に use effect を見ていきます。use effect は画面が表示されたタイミングで何かしたい、画面が消えたタイミングで何かしたいっていう時にすごく便利なやつです。基本形態はこう。use effect のリターン null とか、で、ここにコンストでカッコ書いてあったりですね。何やら急に複雑な書き方が出てきましたが、これはもともとフラッターの先輩のリアクトから受け継いだ書き方だからです。つまり JavaScript に合わせた書き方になっているので、パッと見分かりにくいかなと思いますけども、コピペだけしておけば使い方はすごいシンプルです。この部分に画面が表示された時にやりたいことを書いておきます。逆に画面が消えたタイミングで何かしたいというときは、ここの null を消して関数をこうやって書き足してください。それでその関数の中に画面が消えた時にやりたいことを書いておけば OK です。実際にやってみましょう。
今度はページ2のファイルの中で、画面が表示された時と、use effect でこの部分に debug print はじめましてと書いておきます。この use effect もいっぱい使って大丈夫なので、この下のところに今度は画面が消えた時、use effect で、この null の部分を消して関数に変えて、で、その中に debug print でさようならと書いておきます。これで画面が表示された時に、はじめましてが出てきて、画面が消えた時に、さようならっていうのが出てくるコードが完成しました。もちろんこれ2つとも1つのユーズエフェクトの中にギュッと合わせてしまっても大丈夫です。試しに動かしてみると、画面が表示された時に、はじめまして。で、画面が戻って消えた時には、さようならっていう風にデバッグプリントされていますね。簡単でしたね。ちなみにもう一個便利なことがあります。一つ目に紹介した use state と組み合わせて使う方法なんですけども、例えばさっきと同じように final count イコール use state の0で count っていう変化していく状態をここに作ったとします。そんで use effect のコードを書いて、で、この下のところにある const カッコカッコっていう書いたところあると思うんですけども、この const を外して、で、カッコの中に count.value というのを書き足してみてください。すると、この use state は状態と連動して動くようになります。例えばここに debug print こんにちはと書いておくと、ここに書いたカウントの状態が増えたり減ったりしたタイミングでこんにちはと出てくるようになります。試しにさっきと同じ方法でボタンを作ってカウントを増やしていくと、こんな感じでカウントが変化していくたびにこんにちはと出てきているのがわかりますね。こんな風に use effect は画面が表示された時と画面が消えた時、あとは他の状態が変化したタイミングに合わせて何かしたいという時にすごく便利なコードになっています。では次に進みます。この3つさえ覚えておけば十分ランキング第3位は Use Text Editing Controller。これもステートフルウィジェットでやるとめんどくさいっていうコードをフックスでやるとスッキリ書けるっていう代表ですね。文字を入力するときなんかに使うテキストフィールドのウィジェットは多くの場合コントローラーというものが準備したり、いらなくなったらコントローラーを後片付けしたりしなくちゃいけないんですけども、フックスを使えばファイナルコントローラーイコール Use Text Editing Controller っていう風に書く。これだけでおしまいです。あとはテキストフィールドウィジェットを作ってその中にこのコントローラーを渡したりして普通のコントローラーと同じように使うだけ。よくネットで注意とかが書かれてると思うんですけども、後片付けのディスポーズ関数を使ってくださいねとかっていうこともこの方法だと全く気にせず使って OK です。これも試しに比べてみるためにステートフルウィジェットで同じコードを書いてみると、イニットステートの中でコントローラーはテキストエディティングコントローラーとかって書いたら、最後にディスポーズ関数の中でコントローラー .dispose を忘れずに読んでくださいねとかっていう風になっていますよね。これだとどうしてもやっぱりコード全体が長くなってしまうので、フックウィジェットを使うとこんなに短く書けるよというわけでした。今回は例としてテキストエディティングコントローラーを使ってみましたが、フラッターでよく使うアニメーションコントローラーとかスクロールコントローラーとか、そういう他のものも、ちゃんと用意されているので、全部使い方は同じです。なので、なんとかコントローラーが必要になったらこれを思い出してみてください。というわけで、フックスの便利な機能を3つ紹介していきました。では最後にもう一つだけ、カスタムフックというものを紹介にしておしまいにします。フックスは確かに便利なんですけども、フラッター公式はステートフルウィジェットを押しているので、他のパッケージの中にはステートフルウィジェットの書き方に合わせて作っているものがいっぱいあります。そんな時にはカスタムフックというものを自分で作ることができるようになっているので、本当にステートフルウィジェットじゃなくてフックウィジェットの方を選んで困ることはないのと心配している人でも安心して全部をフックウィジェットにすることができます。カスタムフックの作り方の話をここから話していこうと思うんですけども、その前にステートフルウィジェットのもう一つの特徴について軽く話しておきます。ステートフルウィジェットにはライフサイクルというものがあります。ライフサイクルっていうのは生まれてから死ぬまでの順番のことなんですけども、最初にイニットステートで生まれてきて、その後に did update ウィジェットが何回か呼ばれて、で最後に dispose が呼ばれて終わりっていう感じの流れで、ステートフルウィジェットのライフサイクルが進んでいきます。ご存知の通りだとは思うんですけども、一応実際に書いてみるとこんな感じですね。ステートフルウィジェットのステートの中に、イニットステート関数、did update ウィジェット関数、dispose 関数をそれぞれ書いて、
パッケージによってはですね、この init ステートの中でこういうコードを書いてくださいねとか、この dispose 関数の中でこういうコードを書いてくださいねという風に説明されていることがあると思います。このようにステートフルウィジェットではライフサイクルの考え方がとても大事なんですけども、今回紹介していたフックウィジェットの中にはそれが見当たらないので、一体ステートフルウィジェットのここに書けって言われたコードはフックウィジェットだとどこに書けばいいのという風に悩んでしまう。そんな時こそカスタムフックの出番です。ここで一旦コードに戻りたいと思います。例えば私が今適当にとあるコントローラーを考えて作ったとします。クラス、マイコントローラー。でその中にはinit、マイコントローラーを準備します。アップデート。マイコントローラーをアップデートします。dispose、マイコントローラーを捨てます。で、ボタンイベント。これはボタンを押した時に呼ばれますとか、こういう風にいくつかの関数を書きました。実際にはこのコントローラーは、例えば Google マップのコントローラーとか、何かどうしても必要になってしまったコントローラーだと思ってください。ずっと開発してたら多分いつかそういう場面も来ると思います。そういう時はここにカスタムフックのコードを書いていきます。カスタムフックのテンプレートのコードはこうなっています。全体の形をバーッと見ていっただけでもなんとなくわかる通り、ステートフルウィジェットと同じような構造になっていますね。ここに initHook という関数があって、ここには didUpdateHook という関数があって、その下には dispose という関数があります。ウィジェットと同じようにビルド関数も用意されています。ここの中でステートフルウィジェットと同じように新しいマイコントローラーを作ったり、準備したり、捨てたりするコードを書いていきます。一番下最後に仕上げとして useMyController という関数をこうやって作っておけば、これでカスタムフックは完成です。こうすることで、いろいろなんかごちゃごちゃしたコードは全部このカスタムフックのファイルの中に詰め込んでしまうことができたので、あとは先ほどまでと同じように、例えば新しいファイルを作って、page4.dart で、フックウィジェットにしておいて、このウィジェットの中で、ファイナル、myController イコール useMyController という風に書くだけで、何事もなかったかのようにスッキリしたウィジェットが書けます。本当はこのウィジェットの中でやらなきゃいけなかったことでも、全部さっきのカスタムフックの中に詰め込んでやってもらっているので、必要なマイコントローラーはここにちゃんと手に入りますし、問題なく使っていくことができます。このコードも全部公開しておくので、万が一あなたが作っているアプリのプロジェクトで、なんちゃらコントローラーを絶対使わなくちゃいけませんみたいな状況が来ちゃった時には、このマイコントローラーの部分を全部消して、代わりにそこにそのなんちゃらコントローラーというものを入れて使ってみてください。というカスタムフックの解説でした。さあ、ここまで説明した便利な機能1位から3位までと、あとは万が一の時のためのカスタムフックというものさえ押さえておけば、フラッターフックスを使いこなすには十分だと思いますので、リバーポッドみたいにいくつかの画面を超えて広い範囲で状態管理しなくてもいい時、この一つの画面の中だけでデータが変化していけば十分だなみたいな時には、ぜひ皆さんもフック使ってみてください。というわけで今回はリクエストありがとうございました。フックスの解説は以上になります。良ければチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。See you next time. バイバイ。